その日、彼女に残された時間は、あと3分だった。2026年の冬、夜の10時を少し過ぎた頃、埼玉県内の救急病院に、一人の女性が運び込まれた。突然の胸の痛みを訴え、玄関先で意識を失ったのだ。心臓が止まっていた。心室細動。今すぐ処置を。医師の声が廊下に響いた。看護師たちが走る。除細動器が運ばれる。白い蛍光灯の下で、その女性の胸が何度も何度も押し続けられた。その時、彼女は天井にいた。自分の体が遥かかに見えた。医師が両手を重ねて胸を押す。その手の形がはっきりと見えた。看護師の一人が、アドレナリン、静かさします。というのが聞こえた。点滴の管が揺れるのも、見えた。自分の顔が、青白く、ひどく静かだった。不思議と、怖くなかった。それどころか、どこか暖かい場所へ引き寄せられるような感覚があった。光だった。言葉では表せない。柔らかくて深い光。彼女はその光に向かって、ゆっくりと近づいていった。その時、声がした。戻れ。ではなかった。もっと静かな何か。でも、確かに届いた。次の瞬間、彼女の意識は暗闇に落ちた。死亡宣告まで、あと1秒のところだった。では、なぜ彼女は今、ここにいるのか。そして天井から見たあの光景は、一体何だったのか。すべては、あの日の朝から始まっていた。あの朝、彼女はいつもと同じように目を覚ました。カーテンの隙間から差し込む光、コーヒーメーカーが立てる小さな音、ベッドサイドに置かれた。読みかけの文庫本、何もかもが、普通の朝だった。田中美咲、34歳、都内の広告代理店に勤める。どこにでもいる会社員だった。残業が続く毎日だったが、それでも彼女は明るかった。同僚からは、いつも笑ってる人、と言われていた。健康診断の数値も、問題はなかった。少なくとも、表向きには、実は数週間前から、胸に違和感を覚えていた。息が少し、苦しい気がする。階段を登ると、以前より早く心臓が鳴る。でも彼女はそれを、疲れのせいだと思っていた。年度末の忙しさが重なり、体が悲鳴を上げているだけだと、病院に行くほどのことではない。と、その判断が、全てを変えることになる。2026年3月、その日の午後、彼女は会議の途中で、突然立ちくらみを感じた。視界がぐらりと揺れた。隣に座っていた同僚が、何かを叫んでいた。でも声が、遠かった。次の瞬間、彼女の体は床に崩れ落ちた。救急車が到着したのは、それから7分後、搬送先の病院の廊下を、担架が走り抜けた。医師たちが怒鳴り合うような声。蛍光灯の光が、天井を流れていく。そして彼女の心臓は、止まった。心肺蘇生が始まった。1回、2回、3回、胸を押す手が、リズムを刻む。彼女の意識は、その瞬間どこにあったのか。次のパートで、全てが明かされる。天井から見た、あの光景の話を、意識が、消えた。正確には、消えたというより、抜けた。まるで水が器からこぼれ落ちるように、静かに、そして確実に、彼女は後にこう語っている。痛みが、すっと消えたんです。そして気づいたら、上にいました。天井だった。白く、平らな、病院の天井、蛍光灯のカバーに、うっすら積もった埃まで見えた。そして眼下には、見慣れない光景が広がっていた。自分の体が、そこにあった。青いストレッチャーの上に横たわる。動かない体。白衣の医師が、両手を重ねて胸を押している。1回、2回、額に汗が光っていた。アドレナリン、1mg、急いで、その声が、鮮明に聞こえた。医師の口の動きと、言葉が、完全に一致していた。看護師が振り返る角度、点滴の袋が揺れる様子、モニターの波形が、平坦な線を描いている。彼女はその全てを、天井の位置から見ていた。通常、人間の目線では絶対に見えない角度がある。ストレッチャーの真上、医師たちの頭頂部、誰かのハゲかかった後頭部と、そこに散らばる白髪まで、彼女は記憶していた。後に神経科学者がこの証言を聞いたとき、沈黙した。意識が停止した状態で、視覚情報を形成することは、理論上、不可能です。では、彼女は何を見ていたのか。3分間、心臓は動いていなかった。脳への血流は、
途絶えていた。それでも彼女の何かは確かにその場にいた。静寂の中で彼女は気づいた。部屋の隅に光があることを。ほんの小さな、しかしどこまでも深い光が。次のパートでは彼女がその光へと引き寄せられていく瞬間をトンネルの先に待つ者、そして彼女が戻ることを選んだ理由とは何だったのか。光は近づいていた。部屋の隅で揺れていたその光はいつの間にか彼女を包み込むように広がっていた。恐怖はなかった。むしろ奇妙なほど穏やかだった。体の痛みも息苦しさも何もかもが遠のいていく。ただ暖かかった。気づいた時彼女はトンネルの中にいた。長い、どこまでも長い。しかし暗くはなかった。壁は柔らかく発光していて足元には影すら落ちていない。音もない、風もない。それなのに確かに前へ進んでいた。引き寄せられるように、意志ではなく何か別の力によって。トンネルの奥に光の塊があった。眩しいはずなのに目を細める必要がなかった。その子を吐いたくなかった。むしろ見るほどに落ち着いていく懐かしい感覚だった。どこかで知っているあの感覚。そして誰かがいた。輪郭が見えた瞬間彼女の胸が震えた。3年前に言った母親だった。白髪もシワも病院で最後に見たあの疲れた顔も全部なかった。若く穏やかで笑っていた。言葉は交わさなかった。それでも全てが伝わってきた。まだあなたの時間じゃない。声ではなかった。音ではなかった。ただそう理解した。心の中に直接刻まれるように彼女は前に進もうとした。もう少しだけ近づきたかった。しかし足が止まった。何かが引っ張っていた。後ろから、遠くから、かすかに。しかし確かにそれは泣き声だった。幼い娘の声だった。光が揺れた。母の表情が少し変わった。悲しそうではなかった。ただ静かにうなずいていた。まるで分かっているでしょうというように。彼女の意識は揺れ始めた。引き寄せられる光と引き戻される声。その境界で彼女は初めて選択という感覚を持った。これは夢ではなかった。幻覚でもなかった。何かを決めなければならなかった。次のパートでは彼女がその境界線に立った瞬間を戻ることを選んだ時彼女の中で何が起きたのか。そして意識が戻った後に語ったもう一つの記憶とは何だったのか。彼女の意識は揺れていた。引き寄せられる光と引き戻される声。その境界で彼女は初めて気づいた。ここはどちらでもない場所だと。光は暖かかった。眩しいのに目が痛くない。むしろ吸い込まれるほど穏やかだった。足元に何もないのに落ちる感覚がない。ただ静かにそこにあった。でも声がした。遠くから聞こえる声だった。泣いているのか叫んでいるのか最初はわからなかった。それが少しずつ輪郭を持ち始めた。知っている声だった。名前を呼ぶ声だった。自分の名前だった。彼女は振り返ろうとした。でも体がない。手がない。振り返るという動作がどういうものだったか思い出せなかった。ただ感じた。誰かが待っている。その感覚は言葉ではなかった。論理でもなかった。ただ胸の奥から湧き上がる確かな重さだった。帰らなければという重さ。帰りたいではなく帰らなければという感覚。光はまだそこにあった。拒んでいるわけではない。ただ静かに待っていた。選べというように。急がなくていいというように。でも声は止まらなかった。遠ざかりながらも消えない声。それは次第に一つの映像を連れてきた。顔だった。泣いている顔。自分を呼び続けている誰かの顔。その瞬間彼女は決めた。言葉にならない決断だった。ただ光から遠ざかり声の方へ引き寄せられた。いや自分から向かった。そこで初めて痛みを感じた。胸を押される重い痛み。音が戻ってきた。機械の音。怒鳴るような声。冷たい空気。意識が戻ろうとしていた。しかし戻る直前彼女はもう一つの光景を見た。それはあの天井からの視点でも
光の中の静寂でもなかった。もっと広い。まるで人生全体を一枚の絵にしたような圧倒的な映像だった。次のパートでは、彼女が語った、もう一つの記憶、その全貌に迫る。それは、映像だった。言葉では説明できない。あの感覚、意識が戻ろうとするその刹那、彼女の前に広がったのは、一つの人生の前景だった。幼い頃の記憶が、最初に現れた。母親の手、温かくて、少し荒れた。あの手のひら、雨の日に傘を差し出してくれた。父の背中、学校の廊下を走りながら笑っていた。幼馴染の声、誰かに怒られて泣いた夜、誰かのために泣いた朝、忘れていたはずの場面が、次々と浮かび上がってきた。それは、ただの回想ではなかった。匂いがあった、音があった、温度があった。まるで、その瞬間に実際に戻っているような、圧倒的なリアリティだった。懐かしさと、後悔と、感謝が、同時に胸の中に押し寄せてきた。彼女はその中で、気づいた。自分が、どれほど多くのものに守られてきたか、どれほど多くの人の言葉を、受け取ってきたか、そして、どれほど多くの瞬間を、当たり前だと思ってきたか。景色は、止まらなかった。初めてついた仕事の緊張感、誰かと交わした、何気ない約束、夕暮れの中で一人歩いた。あの長い道、すべてが、意味を持っていた。あの頃は気づかなかったことが、今この瞬間、まばゆいほどに輝いていた。彼女は後にこう語っている。怖くはなかった。ただ、もっとちゃんと生きたかった。と思った。その言葉は、単純に見えて、深い。臨死体験の研究者たちが何十年もかけて集めてきた証言の中に、この、後悔ではなく、願い、という感情は、繰り返し登場する。苦しみではなく、静かな決意として、パノラマは、やがてゆっくりと閉じていった。景色の端から、光が消えていくように、音が遠ざかるように、彼女の意識は、再び重力を取り戻し始めた。次のパートでは、意識が戻るその瞬間、彼女が最初に感じたこと、そして現実へと引き戻された後に待っていたものを、意識が、戻ってくる。それは、静かな引力だった。パノラマが閉じていくように、光の端が、少しずつ暗くなっていくように、彼女は、何かに引っ張られる感覚を覚えた。重い。とにかく、重かった。天井から見下ろしていたはずの身体が、突然、鉛のように感じられた。浮いていた意識が、急速に沈んでいく。まるで、深い水の底へと引き込まれるように、その瞬間、音が戻ってきた。戻ってきてる。リズムが出た。誰かが叫ぶ声。機械のアラーム音。床を踏む足音。慌ただしい息遣い。すべての音が、一度に押し寄せてきた。彼女が最初に感じたのは、痛みだった。胸の中心が、焼けるように熱かった。何度も強く押された胸骨が、悲鳴を上げていた。呼吸が、戻っていた。先生、自発呼吸確認できます。若い看護師の声だった。後に彼女はこう語っている。その声が、現実に戻る合図でした。目を開けようとした。まぶたが、石のように重かった。それでも、光が見えた。白い天井の蛍光灯。さっきまで、あちら側から見ていたはずの天井だった。担当医が、彼女の顔を覗き込んだ。聞こえますか？名前、言えますか？彼女は、唇を動かそうとした。声にはならなかった。しかし、医師には伝わった。戻ってきた。医師は、そうつぶやいた。静かに、しかし確かな安堵を込めて、周囲の医療スタッフたちは、互いに目を合わせた。言葉はなかった。それでも、その場にいた全員が、同じものを感じていた。奇跡という言葉は、医療の現場では使わない。しかしその日、誰もがそれに近い何かを目撃していた。彼女は、3分間の停止から戻ってきた。心臓が止まっていた3分間、脳への血流が途絶えていた3分間、意識が存在してはならなかった3分間、それでも彼女は、見ていた、聞いていた、感じていた。蘇生後の彼女には、変化があった。価値観が変わったとか、死への恐怖がなくなったとか、そういう単純な話ではない。もっと深い場所で、何かが根本から変わっていた。次のパートでは、その、変化を追う。あの3分間が、彼女の人生にどんな痕跡を刻んだのか、そして、それは彼女だけに起きたことなのか。あの3分間が終わった後、彼女は、
別の人間になっていた。退院した日のことを彼女はよく覚えている。病院の出口を出た瞬間、風が頬に触れた。たったそれだけのことで涙が止まらなかった。生きているという感覚があまりにも鮮明だった。以前は気にも留めなかった空の青さ、すれ違う人の声、足の裏に伝わる地面の硬さ、その全てがまるで初めて感じるもののように映った。変化は感覚だけではなかった。彼女は以前他人の目をひどく気にする人間だったといい、職場での評価、社会的な立場、誰かに認められること、それが生きる上での中心にあった。だが蘇生後の彼女にとってそれらは意味を失っていた。消えたのではない。ただ優先順位が根本から入れ替わっていた。夫は言った。妻が帰ってきたのに別の人が帰ってきたようだった。と、悪い意味ではない。ただ静かになった。怒らなくなった。小さなことで焦らなくなった。子供たちも変化に気づいていた。お母さんがよく抱きしめてくれるようになった。と、上の子が言った。それまでの彼女は忙しさを理由にスキンシップを後回しにしていた。あの3分間がその優先順位を静かに書き換えていた。友人たちは戸惑った。同じ顔で、同じ声で、でも何かが違う人間が目の前にいる。うまく説明できないが、深くなった。という人が多かった。彼女自身は、こう語る。死に近づいたのではなく、生に近づいた気がします。と、だが、ここで一つの疑問が浮かぶ。この変化は、単なる、臨死の心理的影響、なのか、それとも、あの3分間に起きた、何か、が、人間の意識そのものを変えたのか。脳科学は、この問いに答えを出せるのか。そして、霊性の領域は、何を語るのか。次のパートでは、科学と霊性、二つの視点がぶつかる。科学と霊性、この二つは、長い間、対立する概念として語られてきた。しかし、彼女の体験は、その境界線に、静かに亀裂を入れる。脳科学の立場から言えば、意識が停止した状態では、視覚情報の形成はありえない。網膜に光が届いても、それを処理する神経回路が機能していなければ、見る、という行為は成立しない。これは、医学の基本的な前提だ。では、彼女が天井から見下ろした光景は、何だったのか。一部の研究者は、REM 侵入、や、側頭葉の過活動、によって生じる幻覚だと主張する。臨死体験を、脳の誤作動として説明しようとする試みは今も続いている。しかしその説明にはどうしてもうずまらない穴がある。彼女が記憶していた医療用語は専門知識のない人間が偶然に生成できるものではなかった。医師の手の動き、声のトーン、部屋の隅に置かれた器具の位置、それらは全て後に検証され事実と一致していた。幻覚ならばなぜそこまで正確なのか。脳の誤作動が現実を超えた精度を持つことがあるのか。霊性の世界ではこの体験を魂の離脱として捉える。肉体と意識は必ずしも一体ではない。そう語る伝統は東洋にも西洋にも古くから存在している。どちらが正しいのか今の科学にはまだ答えがない。だが重要なのは答えを出すことではないかもしれない。この体験が彼女の人生を変えた。それは紛れもない事実だ。科学が説明できないからといって起きたことが消えるわけではない。霊性が答えを持つからといって検証が不要になるわけでもない。二つの視点は対立するのではなく同じ問いを異なる言葉で問い続けているのかもしれない。あの3分間に何があったのか。そして今彼女はその体験の中にある言葉を見出している。あの光景が彼女に伝えようとしていたメッセージがあったとしたら、次のパートでは彼女自身が語るその言葉に耳を傾ける。彼女がその体験を通じて伝えたいこと、それは決して死は怖くないという単純な話ではない。あの3分間、心臓が止まり意識が途絶え、医師たちが必死に彼女の胸を押し続けていたあの時間、彼女は天井から自分自身を見ていた。そしてその光景の中で彼女が感じたのは恐怖ではなく静けさだったという。生きることが怖くなくなった。彼女は
今そう話す。死に近づいて初めて、生の輪郭が、くっきりと見えた。と、科学は、説明できない。という。霊性は、魂が帰った。という。だが彼女自身は、どちらの言葉も借りない。ただ、こういう、あの瞬間、私は確かに、ここにいた。その言葉の意味を、あなたはどう受け取るだろうか。答えは、きっと一つではない。この問いは、彼女だけのものではなく、いつかは誰もが向き合う問いでもあるから。